皆様ごきげんよう。本日紹介するのは飛燕こと三式戦闘機 Ki61 です。飛燕の良さを知ってもらうためにも、今日もあやつを迎撃するしかありませんね。来たな B 校。ここでやったが100年目。よし。おまんじゅうたち、飛燕、前期出撃用意。回せー回せ回せー自分じゃなくてエンジン回すの。プーじゃねえよ。気を取り直して前期発進せよ。どうほれー。あれ、なかなか離陸しませんね。あ、飛燕は関西機ではなくて陸上機になりますので、1000メートルくらいの長い滑走路が必要となります。あ、メサコー後で救助してあげます。前期リークを急げ。何、ラジエーターが不調で飛べないだと。そこで待機。気を取り直して前期発進せよ。ボーフレー。ここで飛燕をざっくりと紹介。正式名称は三式戦闘機、計画名は Ki61。全長は 8.74 メートル、全幅は12メートル、最大速度は高度6000メートルで 590km。武装は初期型の高架型は 12.7 ミリ機銃が合計4門でしたが、今登場しております低型は 12.7 ミリ機関砲2門。翼の内部に砲5、20ミリ機関砲を2門搭載しております。B29 の迎撃にはこの20ミリ機関砲が効果を発揮するはずです。そしてやはり最大の特徴は液冷発動機でありますドイツ製の DB601 を国産化したハ40を搭載しているという点です。ほっそりとしたフォルムから和製メッサーと言われることがありますね。どうしたマニアたち。エンジンから煙が。やっぱりドイツ製の DB601 を国産化したのはきつかったのかな。なんとか高度1万メートルまで持ってくれよ、エンジンちゃん。気を取り直して。また初期型の飛燕の航続距離は最大で 2850km もありました。低型でも、なんとか 1800km くらいはあります。メッサーシュミット BF109 よりも初期型は抜群に航続距離が長いという特徴がありますね。ただし、初期型の飛燕の航続距離の長さには代償がありまして、液冷エンジンのラジエーターを設置するために3つの燃料タンクを分散して配置しましたが、機体真ん中近くの第3タンクのために機体の重心のバランスが悪いという問題がありました。これは搭載された発動機の燃費の悪さが想定以上と警戒したことが要因と言われています。元がドイツ製のエンジンですので、仕方がないっちゃ仕方がないんですけどね。あと、飛燕の上昇力と旋回性は結構いまいちという評価が多いです。ただメッサーシュミット BF109 に比べると圧倒的に後方の視界が広いという長所がありますね。この工夫は日本らしい職人芸と言うべきものですよね。実際に比較するとこんな差があります。結構違いますよね。また今回は B29 の迎撃ですので、20ミリ機関砲以外の武装は全て取り外して、ついでに人面に配慮して座席の防弾板は全て取り外しておきました。ただでさえ動きづらくなる高高度で全ての装備を積んでいたら敵のカモになってしまいますからね。よし、高度 6000m までは10分もかからずに到達できましたね。しかしここからが問題なんだよな。高度が上がるほど空気が薄くなってエンジンの出力も下がります。そのため少し登っては水平飛行で速度を取り戻して、その勢いでまた登るという動作を繰り返す必要がありました。めんどくさいですね。よし、速度がつきましたので、ここで高度を上げていきます。ちなみに高高度では酸素マスクがあるのでそこは安心ですが、氷点下の寒さ、耳の奥の痛みなどに悩まされることになりますので、もしも高高度で B29 を迎撃する際には気をつけた方がいいでしょう。後で回答しておきます。何回いろいろあって40分が経過しました。現在飛燕は高度1万メートルを飛行中です。敵編隊を発見。あれはバーチャルテートに空襲に向かう B 校の編隊だ。ちょうど我が方の前方から敵の編隊が迫っているという格好になりますが、これは B29 を襲撃するのに最適な状態です。ここではその代表的な戦法を紹介いたします。現在 B29 の上を取っておりますので、急降下一撃離脱戦法を実施してみたいと思います。
例えば他の日本機、特に冷戦は機体の強度が低いため、急降下の限界速度は650キロ程度と言われています。しかし飛燕は何といっても頑丈な機体をしておりまして、理論上の急降下限界速度は 850km です。これが飛燕の強みなんですよね。よし、ここで機体を旋回させて急降下だ。このまま先頭の B29 に対して 20mm 機関砲をお見舞いしていきます。基本的には 50m 付近から射撃を行っていきます。攻撃が終わりましたらそのまま離脱していきます。攻撃としては以上となります。再度攻撃はしないのかって？できません。一度高度を下げてしまっては有速の B29 に追いつくことはもはや困難ですので、このまま基地に帰還するしかありません。排気タービン下級機があればね。まあこういった飛燕の性能不足をカバーするために B29 への再攻撃を行える戦法がないわけではありません。一つは B29 を正面から攻撃するという戦法です。ただまあこの場合お互い速度を出しているわけですから、1000キロ近いスピードですれ違うことになります。敵の防空火力も凄まじいですし、まさに一瞬のチャンスを狙うことになります。これならば高度が同じなので再度攻撃を仕掛けることは一応可能です。ここで旋回して、そして後方から攻撃するというやり方ですけれども、基本的に B29 の方が高高度での速度が上ですので、そこまでのチャンスがあるかは微妙ですね。くそ、やはり危険な攻撃だったか。メサよ、もういい、早く脱出するんだ。メサよー、後で必ず救助します。くそ、4番機もやられた。機体は使い捨てだ。早く脱出を。それで B コアやったのか。超空の要塞を攻略するためにはまだ足りないのか。こうなったらあの戦法を使うしかありませんね。その名も体当たり攻撃です。目標に向かって急降下して飛燕を B29 にぶつけてしまうという関東精神あふれる激烈な戦法になります。飛燕のプロペラで B コーの尾翼を粉砕して胴体もメタメタにして相手を飛べなくさせてしまうというものです。一見すると神風特別攻撃隊の戦法のようにも見えますが、この体当たり攻撃では搭乗員は直前で脱出することを前提としていました。脱出できなかったとしても衝突の衝撃によって搭乗員は前へと吹き飛ばされて、そのままなんとか落下傘を開いて地上へと生還を果たすということもありました。ただまあ当然衝撃は凄まじく、体は無事でも気絶をしてしまうこともあり、極めて危険な戦法であることに変わりはありません。この体当たり攻撃で B29 に対抗したのが西宮ポール中尉率いる新天制空隊です。特に板垣正夫軍曹の飛燕は2度の体当たり攻撃を成功させて自身も生還するという奇跡を起こしています。当時の搭乗員たちの帝都防空に込める思いは涙なしには語れませんね。ということで、正直に申し上げますと、飛燕は成功した戦闘機とは言えませんが、その生産数は意外なことに3000機を超えており、B29 迎撃に対応できる貴重な戦力であったことは間違いないのです。ということで、前置きが長くなりましたが、本日は和製メッサ、いいえ、連合軍のコードネームはイタリアっぽいトニーな三式戦闘機 T61 飛燕を特集してまいります。飛燕は近年の研究では定説を覆すたくさんの要素が出てきておりますので、ぜひ最後までのお付き合いを何卒よろしくお願いいたします。ピエン。ほう、今回は飛燕の解説ですな。試作名称 T61、正式名称は三式戦闘機だ。飛燕というのは戦争末期に付けられた愛称で、正式な呼び名ではない。飛燕はやはり最後までエンジンに泣かされた機体という印象がある。実績のない液冷エンジンより空冷エンジンを最初から採用しておけばよかったのではないですかな。一理ある。だが世界に目を向けてみろ。メッサーシュミット BF109 スピットファイア、後には P51 ムスタング。世界の一流戦闘機は軒並み液冷だ。なぜかわかるか。それはやはり空気抵抗ですな。液冷エンジンなら空気抵抗の影響を抑えることができるからスピードが出しやすい。時代的にも速度を重視する重戦闘機への注目が集まっていましたからな。その通りだ。T61 の核となったのは液冷エンジンの DB601A、 ドイツ製の液冷倒立 V 型12機と1000馬力級の発動機だ。当時の我が国には新世代の液冷発動機を一から設計し製造する力はなかった。時勢的に見ても
液冷発動機の選択肢は DB601 以外にありえなかったと言ってよい。T61 では発動機を先に選定し、その後に機体を設計するという手順が踏まれた。それは通常の戦闘機開発とは逆の手順ですな。これは機体の表れであり、焦りでもあったとも言える。そして昭和14年1939年8月、陸軍は川崎航空機に DB601A のライセンスを習得させ、海軍は愛知時計電機が同じ発動機のライセンスを習得することになった。あまり言いたくはないが、もう少し我々が強調できていれば、海軍と陸軍で同じエンジンに対してライセンス料を支払う必要はなかったのではないかな。ヒトラーも日本陸軍と日本海軍は敵同士なのかと発言したらしいじゃないか。よく言われる指摘だが、どうも眉唾のように思える。当時外資が不足していたドイツで、相当自らがそんな皮肉を言う余裕があるとは思えんが、それはともかくライセンスの習得自体は至って妥当なものだ。と申しますと、ライセンス契約の範囲はあくまでも一社だ。仮に海軍が主導して愛知航空機に DB601 のライセンスを取得させた場合、我が陸軍はその愛知航空機に発動機を発注せねばならなくなる。だが、すでに品事変が拡大している状況で、一つの民間企業にそのような余裕があるはずもない。平時ならともかく、戦時体制に向かう中で陸軍が別途、川崎航空機にライセンスを取得させるのは、実に常識的な判断だ。そう言われれば確かにそうですな。ライセンス問題は外交問題にも発展しかねない。さよう。以前我が軍もライセンスの取り扱いで痛い目を見たことがある。だからこそ気を使うのだ。 DB601 の発展型エンジンをトヨタ自動車の工場で生産する際にも、川崎との合弁会社として東海飛行機株式会社を設立し、分社化して対応している。これもライセンス上の制約に配慮した措置だ。しかしライセンスの取得が1939年頃となると、新型機の実用化はかなり先の話になるのではないかな。確かに新型機の実用化は1942年頃になると想定されていたが、海軍の指摘を受けるまでもなく策は講じている。 DB601 の性能が陳腐化することは前提として、我が陸軍では速度重視のキ60と運動性重視のキ61を川崎に発注する一方で、革新的な戦闘機の開発が行われることになった。それがキ64だ。ほう、これはなかなか優美な形をしていますな。デザイン性に優れた単発戦闘機のように見えるが。よく見たまえ。これは二重反転式のプロペラか。まさか DB601 を2機搭載しているだと。そうだ。 DB601 発動機をくし形に前後配置し、二重反転プロペラを駆動する2000馬力を実現した極めて野心的な設計の重戦闘機だ。計画速度は700キロ超えとは恐るべき性能だ。しかしキー64が量産されたという記録はない。技術障壁があまりにも大きすぎるし、開発もすぐに低調になってしまったようですな。それは発動機をめぐる状況が好転したからでもある。キー64の開発が始まって間もない1941年の夏、1800馬力の空冷エンジンホマレが耐久審査を終えている。 DB601 に固執する必要そのものが薄れた。それが主因だろう。さすがは誉れといったところですかな。それには触れん方がいい。燃えるぞ。結果的には DB601 を搭載した重戦闘機キ60も開発が中止となり、キー64も試験機用な立場になっている。となると DB601 を搭載した有力な戦闘機はもう望めないのではないかな。我が海軍だったら開発中止の判断をするかもしれない。ついてはことを損じるやもしれん。設計者の土井武雄技師はキ60の課題を洗い出し、設計を改めた上でキー61として開発を続行させている。 DB601 の発展型である H40 が実用化すれば性能が大きく向上するという見込みがあったからだ。だが H40 の実用化の前に事態は意外な展開を見せた。40を搭載したキー61の試作機が意外なほどに高速だったのだ。時速590キロ、同時期の我が冷戦が530キロ程度であったことを考えれば確かに有速ですな。この速度は陸軍が重戦の基準としていた時速600キロにはわずかに届かない。しかしすでに日米は開戦しており、一刻も早く高性能な機体を量産する必要があった。そこでまずはキー61を量産し、やがて完成する H40 を搭載したキー61に型キー613型へと順次発展させていく方針が固まった。計画が順調に進めば
我が国は液冷発動機においても世界水準に到達する可能性は確かにあった。飛燕が初めて実戦に出撃したのは1942年4月の同リットル空襲でした。飛燕の試作機に登場していた梅川準尉は訓練用の大溶弾を搭載したまま緊急に発進すると B-25 を捕捉して攻撃に成功し白煙を吐かせたと報告します。残念ながら相手に大きなダメージを与えるには至りませんでしたが、飛燕の高速性を示すエピソードとなりました。飛燕の量産は1942年8月から始まると、翌年1943年6月以降、順次飛行隊はニューギニアへ進出します。しかし量産機はラジエーターからの冷却液漏れが深刻で、エンジンの信頼性にも悩まされました。この時期の飛燕に対する証言には厳しい意見が目立ちます。それでも現場は飛燕を必要としていました。T38 をはじめとする米軍の新鋭機に対し、一式戦闘機はやぶさでは苦戦が続いていたのです。飛燕が加わったことで互角に戦えるようになったと現場は評価しました。ただしアメリカ側の見方は全く異なります。 T38 はあらゆる点で飛燕を上回っており、格闘戦に限って言えばむしろはやぶさの方が脅威だったというのです。飛燕が性能面で必ずしも優位に立てていなかったことはこうした評価から読み取ることもできます。1944年に入り戦線がフィリピンへと後退すると、整備部品が比較的潤沢に手に入るようになり、飛燕の稼働率は改善しました。しかし今度は米軍がヘルキャットなど強力な艦載機を繰り出してきます。飛燕でこれらの敵戦闘機に対抗するのはいよいよ難しくなっていきます。頼みの後継機である飛燕2型は開発も生産も大幅に遅れたまま、飛燕はさらなる苦戦を強いられることになります。フィリピンか苦い記憶だ。飛島では飛燕を装備していた飛行隊自体が少ない。それにこの頃には大東亜決戦機とも評されたハテの生産が優先されていたから補充も効かなかった。我が方は海軍がセブ島、陸軍がネグロス島とマニラを後方基地とし、レイテ島への反撃を試みてはいる。制空権の奪取も報告される時もあったのだが、結局戦況の打開には至らなかった。飛燕は1943年の春に前線配備が始まってからハテが実戦投入されるまで、陸軍で最も高い性能を持つ戦闘機ではあったことは確かではあるのだが、しかしハ40の信頼性の低さはあまりにも痛い。前線部隊もさぞ扱いに苦労したことだろうな。飛燕の発動機であるハ40は信頼性に問題があったことは確かだが、これには反論の余地がある。液冷エンジンであるハ40の洗浄、修理、組み立てに要した時間はおおむね7日から10日程度。これは空冷エンジンと大きな差はない。元となった DB601 の基本設計は先進的というよりは堅実な設計と言われてるんですけれども、なかなか厳しいものですね。そしてHA40には信頼性以外にも生産性にも問題を抱えていました。とにかく高コストな発動機だったのです。さらに時代が進むとエンジン自体の性能が陳腐化してしまったという元も子もない状況に追い詰められてしまいます。そんな状況を打開するために登場したのが待望の後継発動機HA140を搭載したキ61の2型です。つなぎのような存在とも得た飛燕の完成形とも呼べる機体で、最高速度は600キロ超え、アメリカの新型機に互角以上の戦いができる傑作機にはなりませんでした。完成した飛燕2型の試作機はHA140の不調から予定された性能が全く出せずに、というよりもまともな性能の計測すらできなかったのです。結局HA140は1944年の9月になっても量産化のめどは立たずに、工場には機種がない飛燕が並ぶ結果となりました。俗に言う首なし飛燕ですね。実はHA140の不具合解消を目的とした徹底改修を実施するために意図的に首なし機を作り上げていたんですけれども、発動機の生産不調も影響してついに首なし飛燕は200機を数えるほどになってしまいます。こうして結局HA140を搭載した純粋な飛燕2型の生産数は100機に満たない数にとどまることになってしまったのです。こんなにシルエットがかっこいいのにね。バーチャル世界でも液冷発動機の生産に悩まされるとは、これはやはり我が国の工業力の低さが原因と考えるべきだろうか。その意見は間違いとは言い切れないが、主語があまりにも大きく雑な回答とも言える。確かに我が国の工業力では
DB601 のような新世代の発動機を独自に設計し製造する力はなかった。だが DB601 のライセンス生産品であるハ40が成功できなかったのには別に理由がある。まずは次の表を見てもらいたい。これは発動機の製造時間を示している。液冷のハ40は最大で10800時間、最小でも8600時間。一方空冷のハ115、これは栄と同等のエンジンだが、こちらは最大4187時間、最小2183時間で、液冷と空冷とでは4倍も製造時間が異なるのだ。我が海軍の発動機アツタも同じ傾向ですな。これは液冷発動機がそれだけ複雑な構造であったことを意味していると考えるべきだろうか。いや、事態はそう単純ではない。発動機の構造としては液冷も空冷もどちらも非常に複雑な仕組みをしている。ただシステム全体として見た場合に液冷の方がより複雑になるというのが正確な表現だ。確かにそうかもしれんが、さすがにここまでの生産効率の差は腑に落ちませんな。理由は一つだ。 DB601A を量産するための専用工作機械が工場になかった。これが生産効率を落とした最大の理由だ。ハ40は生産工程において工作精度の低さばかりが指摘されてはいたが、そのような事情があったとはな。しかも痛いのは、最も重要な精密仕上げの工程を汎用工作機械に頼らざるを得なかったことだ。このような正規の製造工程から外れた手法に頼る箇所が多ければ多いほどコストもかかるし、発動機の信頼性は大きく失われる。しかし手をこまねいているわけにもいきますまい。ドイツから DB601 専用の工作機械を早急に発注するべきではなかったのですかな。やったさ。陸軍ではハ40の量産決定に前後して急遽工作機械の発注を行った。だが納期は1943年になるという回答だった。無論この時期にドイツから我が国まで大型の機材を運ぶことは事実上不可能だ。そこはもう少し時期を早くですな。何を言う。海軍も状況は同じではないか。無論 DB601 専用の工作機械を日本で製造するのは不可能だ。他人の作品を一から作るような芸当はたとえいかに先進的な科学技術をもってしても厳しいだろう。問題の解像度が高くなった点はありがたいのだが、救いのない話とも言えますな。しかしイタリアのフォルゴーレはどうだろうか。あの機体はエンジンの信頼性も問題はないようだし、十分活躍した機体ではないかな。それは半分正しく半分間違いだ。確かにフォルゴーレの発動機の信頼性は高かった。だがそれはドイツ軍の DB601 を搭載した初期生産型だ。ドイツで余剰となった発動機をそのまま使っていたのか。問題はその後だ。フォルゴーレはイタリア国産の RA1000RC41 を搭載するようになると、発動機の信頼性と性能のばらつきに悩まされることになった。まさか起源がたどった歴史と全く同じですな。ということはイタリアも DB601 専門の工作機械の輸入を行えていなかったのか。さよう。T61 とフォルゴーレは姿だけでなく発動機の不調という点でも共通点があった。フォルゴーレが幸いしたのがその1200機程度の生産数の中でおよそ3分の1がドイツ製の DB601 を装備できたという点だろうか。陸軍さん、話をまとめていただいたところ申し訳ないのだが、 DB601 のライセンス生産品アツタを搭載した我が海軍の水性と静覧について申し上げたい。なんだね。これらの機体ではエンジン特有の深刻な不具合は報告されていない。バカな。水性も発動機の信頼性の低さや整備性の悪さが指摘されていたと記憶しているが、悪評が全くなかったとまでは言わんが、陸上基地に比べて強小な空母艦内でも整備は問題なく行えたし、静覧に至っては潜水艦の内部でも整備可能な機体に仕上がっております。実戦での実績はどうなのだ。海戦での成果は。マリアナ沖海戦では発進した53機のうち発動機不調で引き返したのはわずか3機でありました。それは整備兵が無理を重ねた結果ではないのか。これについては後ほど詳しく調査させてもらうぞ。やはりアツタ32型とハ140は統合して生産した方が良いのではありますまいか。今からでも遅くはないかと。いや、遅いぞ。 DB601 をベースとした海軍の発動機アツタは初期の混乱を除けば稼働率に大きな問題はなかったと考えられています。特に発展型のアツタ32型は水性や静覧に搭載されたという実績を持っており、これは陸軍のハ40系列のエンジンとは対照的な存在と言えるでしょう。この最大の要因は水メタノール噴射装置の有無です。水メタノール噴射装置とは
緊急時にエンジン出力を一時的に引き上げるための技術ですが、調整が非常に難しく、不具合を起こしやすいという問題があったのです。さらに機体のラジエーターの設置箇所や下級機がよりオリジナルに近いなど、熱田は総じてチューニングが控えめであったことが幸いしたと考えられます。ただし、熱田は極めて高コストな発動機であり、これはハ40と共通した問題点でした。このため、水星は空冷エンジンを搭載し、水星33型の生産がされることになったのです。あまりにも生産効率が悪い液冷エンジン。それを打開する唯一の方法は、実績のある空冷エンジンを乗せてしまえばいいんです。空冷エンジンといえば、冷戦ハヤブサを筆頭に数々の名機を生み出した実績があります。実は飛燕に空冷発動機を搭載するという構想は一度1943年の秋にはあったと言われていますが、実際はハ140の量産が諦められた1944年の10月頃にずれ込んでしまいます。そしてようやく1945年に入り登場したのが空冷発動機のハ11に、いわゆる発動機の近世を搭載した五式戦闘機という名前で知られるキ100でした。五式戦闘機の詳しい話はまた別の機会になりますが、この戦闘機は意外な成功を果たすことになります。それでは最後に大東亜戦争の終盤における飛燕の苦しい戦いとその噴射についてご紹介いたします。1944年11月、サイパンを発進する B29 による本土空襲が始まりますが、東京周辺の防空を担当する陸軍航空隊はあまりにも貧弱でした。前線の戦況が悪化する中、主力の戦闘機部隊は次々と南方へ送り出されており、本土に残された防空戦闘機はすでに旧式化したハヤブサだったのです。しかも、本土防空にはいくつもの困難がありました。当時、陸軍のレーダーは八丈島に配置されていたものの、八丈島から東京までの距離はあまりにも近く、高速で飛来する B29 を捕捉してから迎撃機を上げたのでは間に合わなかったのです。この地理的な制約から、限られた戦力を広い空域に分散配置せざるを得ず、効率的な迎撃は極めて困難でした。こうした状況を打開するために編成されたのが、B29 への体当たり攻撃を専門とする新天制空隊です。飛燕を装備した第244戦隊は、この新天隊による体当たり攻撃と、通常の迎撃戦闘の2本立てで防空戦に臨みました。B29 による空襲が本格化した直後の11月28日、小林照彦隊員率いる部隊は B29 の6機撃墜を報告。このうち3機は体当たり攻撃による戦果でした。こうして新天制空隊の戦果は徐々に積み上がることになります。しかし、1945年2月以降、日本本土にアメリカ軍の戦闘機が進出できるようになると、飛燕の消耗は激しさを増していきます。新世代の戦闘機に抗う力は、もはや飛燕には残されていなかったのです。あまりの消耗の激しさから、敵戦闘機が護衛についている場合、B29 との交戦が避けられるようになります。帝都防空を担う部隊が、敵の戦闘機を避けねばならない。この命令は、搭乗員たちの士気を大きく下げることになりました。しかし、転機が訪れたのは1945年4月のことです。第244戦隊に五式戦闘機ことキー100が届けられたのです。飛燕の機体に空冷エンジンを搭載したこの新型機は、エンジンの信頼性の低さから解放され、運動性能も良好でした。キー100の高性能ぶりは搭乗員たちの士気を大いに高め、空中戦への自信を取り戻していきます。傑作機と呼び声の高いキー100ですが、客観的に見れば当時の米軍戦闘機に比べて最高速度では及ばず、性能で並んだとは言えませんでした。しかしキー61飛燕とその系譜のキー105式戦闘機は、日本本土という地の利を生かしながら終戦の日まで戦い続けることになりました。今回は決して傑作機とは言えなかったものの、最後の日まで奮戦して、そして五式戦闘機で最後の輝きを見せたキー61三式戦闘機こと飛燕を特集してまいりました。次の戦闘機の動画は五式戦闘機か、もしくはコメント欄にリクエストが多い機体をね、動画で作ることも検討してみたいと思いますので、ぜひ皆様コメントをよろしくお願いいたします。この動画がいいと思った方はぜひ我がチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せんねせんね、さよなら、バイバイ。